こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。前回はヘッドフォンで、今回は TWS なのね。QCY HT05 メロバッツ。アクティブノイズキャンセリングとライオン取り込み機能搭載モデルね。発売からちょっと時間経ってるみたいだから、レビューも結構出てるね。そうだね。なので、全部の機能を細かく掘り下げたりはせず、このチャンネルではいつもの通り、音質面中心に進めるよ。QCY の豊富なラインナップの中で、HT シリーズはアクティブノイズキャンセリング搭載モデル。QCY のウェブだと、高機能性型というポジション。HT01C や HT03 に次ぐモデル。なんだけど、対応コーデックは SBC と AAC まで。aptX アダプティブ、aptX に対応したモデルは音質重視に分類されている T シリーズ。以前レビューした T18 がこのポジション。で、T シリーズは ANC 非搭載。どっちも載せてよーって思っちゃうのは私だけかな。他メーカーの同価格帯モデルだと、アクティブノイズキャンセリング搭載で LDAC とか aptX アダプティブ対応だからね。この比較だけだと HT05 はちょっと不利なんだけど、コーデックが AAC までだとしても、音質が思ったより良かったのと、外での利用はアクティブノイズキャンセリングが欲しいんで、今回の HT05 は案外ニーズを満たしてくれる。皆さんは外でどんな風に聞いてるんだろうね。サブスク音源だったらとりあえず SBC や AAC でもいいかな。ってことだよね。実売価格が5000円切るぐらいの TWS だから手軽に使えてそこそこ音が良くて自分がよく使う機能があったら十分って気がするね。でも HT05 を聞いた第一印象は結構良かったよ。ああ、なんかこのまま聞けるわーってね。スペックに関しては上の通りで全部は触れないけど、ドライバーが 10mm のダイナミックタイプで振動板素材が LCP グラフェン。アクティブノイズキャンセリングは MAX40dB のキャンセリング効果。3つのモードプラス風切り音軽減モード。外音取り込みは6段階の調整と人の声を強調するモードもある。実売5000円切るぐらいの価格帯でも結構本格的。ゲームモードで遅延も少なめ。ドラマ視聴のリップシンクで確認してほぼ違和感ない。HT05 は充電ケースも本体もマット仕上げになっています。愛はマットな仕上げ好きですね。じゃあマッチョはそうくるか。細マッチョが好きかな。冗談で聞いたんだけどマジレスどうも。充電ケース小さめにできてるから収納できるイヤピはそれなりに限定されるわ。いつも測定してるイヤピでチェックした結果は上の通りよ。この中ではもともと TWS にも使える軸の短さでセドナイヤーフィットマックスか TRN ティップスになるかな。バンドルイヤピも測定してみた。6キロあたりの伸びがいいみたいだけど、ここはあんまり伸びないでって気もする。ステムが楕円タイプだけど深円のイヤピでも特に問題なかった。重さは片側実測 4.6g。 装着感は特に問題もなくいい感じ。本体のマットな感じやっぱいいわ。サウンドチェックの比較モデルは T18 でいいですか？そうだね、そうしよう。アクティブノイズキャンセリングはオフでね。了解です。イヤピはセトナイヤーフィットマックスを使用しました。コーデックは T18 が aptX アダプティブ HT05 が AAC 接続です。ではどうぞ。音量上がります。Go down the drain. My heartbreak go down the drain. My heartbreak go down the drain. Easy to believe.
T18 と比較した波形です。T18 も聞いた感じ、結構いい印象を持っていたんですが、こうして比較してみると T18 は TWS 特有のチューニングといった感じで、レベルの高低差が大きく、低域に対し高域が強調されているように見えます。一方、HT05 の波形を見て思ったのは、あまり癖がなく、バランスの良さが見て取れます。そしてこの感じ、優先モデルっぽいなと思いました。そうなんだよね。それで思い出して重ねた波形がこれ。7Hz、サルノーツ0なんだけど、傾向がなかなか似てると思わない？そうですね、似てます。最初の主張で EQ 補正も必要なく、そのまま聴けるチューニングって思ったんだけど、測定してみて納得って感じ。とてもバランスのいいチューニングになってる。低域は0より強めだけど、外での使用を想定するとノイキャンがオンだとしても、もう少し低域があってもいいかなって思った。この大域がこんな感じになってるといいかもね。5キロ付近まではいい出方なんで、特に気になったこともないけど、6キロ付近のピークがもう少し抑えられると、低域に手を加えずさらにバランスが整うかも。専用アプリの EQ で調整しようとしたんだけど、こういう割り振りだったから6キロ中心に落とすのは無理だったのよね。 QCY のアプリの EQ のカスタム設定は10バンドあるから結構調整できるんだけど、ほんとだ、6キロはないんだね。ちょっと残念。ちなみにプリセットはこんな感じ。 T18 とは元の波形が違うから聞き具合も違ってくる。結構派手に音質変化するけど、元のチューニングがいいから私はカスタムでちょこっと補正する程度かな。次はノイキャンオン・オフの波形変化でいくつも選べるノイキャン設定の中、一番強力に効きそうな騒がしい環境レベル3で比較してみたのがこれ。他のノイキャン設定でもオンにすると全般的にちょっとレベルそのものが上がるのよね。この比較はレベル差もそのままにしてあるわ。聞いたニュアンスはちょっと変化するんだけど、このぐらいなら許容範囲かな。それからノイキャンの各モードでも波形が少し変化していたので重ねてみました。一番効果のある各モードのレベル3で比較しています。ノイキャン効果マックス 40dB 低減ということですが、効きますね。それを軽めに調整することもシチュエーションで調整することも可能って、なんだか楽しめそうです。ではジャックさん、音質についてのまとめをお願いします。はーい。蒸気のような環境で視聴してみました。まとめると、サウンドステージは広めで低位感もいい。奥行き感に若干物足りなさは感じる。高低のバランスはいいが、少し高域寄りに感じたので、低域を上げず高域を少し落としてさらにバランスを整えたい。迫力に関してもう少し欲しいかなとは思うが、コーデックの限界なのかもしれないといったところでしょうか。トータルの印象はかなり良かったです。もちろんこの価格帯の TWS でという前提ですが、お値段以上の質感だと思いますね。24ビットベースのコーデックならなお良かったんですが、 AAC でも案外気にならないなぁという印象です。この価格帯でノイキャンや外音取り込みの細かい設定ができるモデルはあまりないと思うんで、正直あまり期待していなかったんですが、実際使ってみて印象が大きく変化しました。この価格ならポチっておこうかな。家にうっかり忘れた時、カバンに入ってる用として良さそう。結構贅沢な使い方ね。でもそういうのもありかもね。もっと普段から使ってあげてほしいなぁと思う出来だよ。しばらく毎日使ってみたら？そうですね、そうします。ということで QCY の TWS HT05 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。